月じゃないですか。最近自分の周りでこの3月に転勤になる友達がいて、でその友達は今までずっとその彼女さんと同棲をしていたんですね。もうかれこれ1年以上同棲していたらしいんですけど、この転勤になるタイミングでその友達男側が、遠くに行ってしまって、でその彼女さん側は仕事も、もちろんあるので簡単についていくことが、できないから残るらしいんですよ。っていうのもあって、この4月からそのカップルは遠距離恋愛になるみたいなんですね。で、友達から遠距離になるんだよねっていう話を前聞いたんですけど、どうやらその友達は遠距離恋愛が初めてらしいんですよ、今回が。で、自分は今まで2回ほど遠距離恋愛を経験したことがあるんですね。ただその2回とも、どっちもうまくはいかなくて残念ながら。で、その友達から遠距離のアドバイスあるって聞かれたんですけど、そう自分は遠距離がうまくいかなかった側の人間なんで、もちろんあの時こうしとけば、もうちょっと遠距離もうまくいったかもなみたいなものはあるんですけど、それも、良かったかもなっていう、実際にそうしていたわけではないんで、それも良かったかもなので、あくまで想像仮定なんですよ。だからその実際に、もしそうしていたとしても遠距離が、うまくいったかどうかはわからないじゃないですか。だからそういうのもあって、その友達には大したアドバイスができなくてそうで、そうですね。っていうので、ちょっと今日は、今まさに遠距離を頑張ってる方とかいらっしゃると思うんですね。でもそういう方にもどうやって、遠距離を続けているか、遠距離をしてる中でも絆を深められるかっていうのを聞きたいんですよ。でもその友達に教えてあげたいんですよやっぱり自分みたいに悲しい結末で終わらないように教えてあげたいんですね。とか、多分、その友達みたいにこれから遠距離になる予定の方もいらっしゃるかなと思うんですよ。で、そういう方はやっぱり不安だと思うので、アドバイス聞きたいじゃないですかっていうのもあって、ちょっと今日、遠距離について話したいなって思ってるんですよね。で、実際に、自分も遠距離をしていたので、自分が遠距離をしていて辛かったなって思うことが、いくつかあって、まず、一つがその日常の共有が難しい。LINE とかは毎日していたんですね、当時も。ただなかなか LINE だけだと伝えられる日常に限界があるじゃないですか。やっぱ話してる、直接話すよりはやっぱりその情報が少なくなっちゃうから、
会があるんですよ。っていうのもあって、電話とかもたまにしたりしてたんですけど、なんていうんですかね、そのすぐ隣にいて話す雰囲気とはまたちょっと違うというか、なんか自分の場合はなんか電話だと、なんていうんですかね、隣にいる時よりちょっと難しかったんですよ。共有が違って感じちゃってたんですよ。はい、っていうので、ちょっとなんかやっぱり遠距離してない時よりは日常の共有が難しくて、でなんか電話とかも毎日ちょっとしようかなってやってた時期もあったんですけど、あれも難しいですよね。なんかやっぱ義務になっちゃうと良くないというか、やっぱり毎日してると電話で話さずに無言でその電話がつながってる時間とかがどうしてもあるんですよ。別に気まずさとかはもうない相手だとしても、なんか電話のたまにする電話の特別感みたいなのはやっぱ薄れちゃいますよね。なんか薄れちゃってましたね。はい。あとはやっぱこれはもう皆さんやっぱ遠距離経験したことある方は感じてると思うんですけど、たまに会った時の別れ際がもうしんどすぎる。しんどすぎますね、あれは。やっぱ定期的にお互いの休みが合う日とかに会いに行ったりするじゃないですか。でもう会いに行く途中とかは、道中とかはもうウッキウキで会いに行って、でも会ってる最中とかももう永遠にこの時間が続けばいいなっていうのを、思うんですけど、もう帰りはほんとこの世の終わりみたいなもう本当に結構しんどい気持ちになりますよね、あれ。もう多分あれはもうそうですね、自分だけじゃないですよね。多分しんどくない人はいないですよね。でそんな感じで辛かったなって思うことがあるんですけど、個人的にそんな遠距離の経験を経て、しとけばよかったなって思うのもあって、まずは感情をいつも以上に素直に伝える。これ結構大事だなって思いましたね。やっぱ LINE とかでの連絡がやっぱ増えるんで、相手の感情が見えづらいんですよ。もうどうしても文章だけだと。だからほんとその LINE とかの文章でも伝わるくらい、嬉しい時は嬉しいとか、寂しい時は寂しいとか伝えるのが大事だなって思いましたね。これを実践してればもっとお互い不安な気持ちになることも少なく入れたんじゃないかなっていうのは思ってます。あとはこれはもう全然合ってるかわかんないんですけど、逆に相手のことを考えすぎるのも良くないなって思いました。やっぱさっき毎日電話が良くないかもみたいなことを言ったのもそうなんですけど、やっぱただただ一緒の時間を増やすだけだと、なんかそれがなんていうんですかね、機械的になっちゃうというか、一緒の時間を過ごしたいっていう感情よりも先に一緒に会う時間だけ作られちゃうのかなって思ってて、だから本当に一緒に過ごしたい時だけなんか電話しようとかって言ってその機会を作る方が結果的に長続きするのか
しますね。うん。はい。まあでも、そうですね。ちょっともし、ここで、いい遠距離のアドバイスをもらえたら、その友達には伝えて、友達には頑張ってもらって、自分みたいに悲しい結末を迎えないように願おうかなと思います。本当に今、遠距離されてる方、これからする予定だよって方は、本当に頑張ってください。ずっと幸せが